ルトンチャンネルです。今日は前回バックドアに取り付けた窓用クーラーを使って実際の車中泊で使用感を検証してきました。その検証の模様がこちら。この車中泊の検証でウィンドクーラーの致命的欠点が発覚して急遽ガレージに戻って作業。40分500円の DIY で窓用クーラーの欠点を解消できてめっちゃ楽しかったです。今日は横浜で演奏の仕事をいただいたのでみなとみらいに向かいます。横浜は大都会な印象ですが、区画整理で道が広々作られていて東京より車で運転しやすいので私のお気に入りの街です。今夜の演奏は23時前には終わる予定で、いつもなら電車で帰宅するのですが、今日はみなとみらいの桜木町で車中泊をします。今回車中泊に選んだのは横浜桜木郵便局の有料駐車場。みなとみらい地区は駐車料金の上限がないところもありますが、この駐車場は夜間7時から翌朝9時まで上限1400円なのでとてもリーズナブルです。本日の楽器はこちら。トータルで8キロぐらいなのでそれほど重くないですが、それでも真夏に背負って歩くと結構汗だくになります。演奏本番まで時間がないのでサクッと楽器を組み立てます。実はこれらのシンバルスタンドやハイハットスタンド、パイプの部分を全てアルミ製に改造していて、市販されているものよりかなり軽く作ってあります。またウィンドチャイムを引っ掛けるブラケットも超軽量のものをダブルクリップを利用して自作。これがあるおかげで楽器の運搬や移動がめちゃくちゃ楽です。またスネアと呼ばれる小太鼓を取り付けるブラケットも改造して超軽量コンパクトに取り回しよく作ってあります。ハイハットシンバルも一瞬でセッティングできるように時短できるアタッチメントを使っています。こうすることで限られたスペースでも手早くセッティングできて、演奏も大きなドラムセットと遜色ないような形でセッティングすることができます。このシンバルもワンタッチで取り付けられるものに交換してあり、コンパクトさと時短には徹底的にこだわっています。前回静岡の車中泊の際にちらっとお見せしたカホンもペダルを反転させていつも使っていて、ほぼドラムの音がするのでめちゃくちゃ重宝しています。楽しい時間はあっという間。すぐに帰宅する時間になりました。いつもは1時間ほどかけて東京まで電車で帰るのですが、今日は桜木町で車中泊なのでめっちゃ楽で楽しみです。駐車場に戻ってきました。楽器を助手席に置いて冷蔵庫や目隠しシェードをセッティング。これらは車内側からも設置可能ですが、今回はあえて車の外からセットしてみました。前回の動画でもお伝えしたカインズのフックを使って窓用クーラーをセットします。このフックワンタッチ取り付けできるのでめちゃくちゃ気に入っています。電源はバトラー 460A のサブバッテリー。バッテリーは 100% まで充電してあります。これを使って窓用クーラーと LED 照明、冷蔵庫を動かします。時刻は23時15分、気温33度、湿度 56%。 いや、クーラーがつくと全然違いますね。めちゃくちゃ快適です。今横浜市中区の気温は外気温が28度ぐらいあります。楽器を持っていてそこそこ荷物が重かったので結構暑かったです。今郵便局の地下駐車場に止めてるんで、荷さばき場がすぐ隣にあるんですけど、こんな環境で車中泊するの初めてなんで結構ワクワクしてます。蚊に刺されないよう押すだけベープを押しておきます。
目隠しシェードやテーブルをセットで、テーブルを置いてみたんですけれども、ギリギリウィンドクーラーには干渉しないような感じでテーブルを置けています。車外側のバックドアもチェックします。めちゃくちゃ熱い空気がここから出ています。ドアノブで鍵をかければ鍵も完璧にかかってくれています。これならクーラーをつけっぱなしにしてこのまま外出しても全然問題ないです。散歩を兼ねて夜食を買いに行きます。桜木町付近は深夜でもお店が開いてて便利です。で、今日は成城石井が近くにあったので、一人で演奏後の打ち上げをしたくて、燻製ムール貝とクラウザーのノンアルコールビールを買ってみました。成城石井ってちょっと変わったビールとかこういう変わったおつまみを置いてるんで、買い物するの楽しいですよね。で、クーラーを動かし始めてちょうど15分ぐらい経ったんですけれども、気温が25度まで下がって湿度も 44% まで下がってくれました。もう本当にめちゃくちゃクーラー快適です。こう楽器を運ぶのにちょっと汗だくになりつつあったんですけども、車に帰ってきてクーラーの冷気に当たるだけで完全に復活しますね。で、1点だけこのバックドアにつけたこのテーブルクロスで塞いだ穴なんですけど、このテーブルクロスの生地が薄すぎて、この車内側にテーブルクロスが攻めてくる感じがあるんで、ちょっと改善の余地ありですね。では、燻製ムール貝とノンアルコールビールで打ち上げします。このクラウザーのノンアルコールビール、かなりラガー感が強くて苦味がすごくしっかりしていて、ビール美味しいです。燻製ムール貝もいただきます。ムール貝もすごくスモーキーで、唐辛子のピリ辛とこのスモークされたムール貝のこのなんかクリーミーな味がめちゃくちゃ美味しいです。で、ウィンドクーラーの電力消費量なんですけれども、653ワットですね。このバックドアの部分につけたウィンドクーラー、以前スライドドアの時に取り付けた電力消費量とそれほど変わらないので、電力消費について細かく考えなくても良さそうな気がしてきました。と、この時点では電力消費ワット数が他のセッティングの時と同じなので、バッテリー消費量も同じだろうと考えていたのですが、それは翌朝間違った考えであることに気づきます。テーブルクロスがすごく薄くて外からの熱気を感じています。サーモグラフィーカメラでチェックしてみると、ちょっと意外な結果なんですけど、この部分、排熱のところからもろにこの部分が熱くなってます。排熱した空気がこの膨らんだ部分に全部広がってるみたいなイメージになってますね。なので、クーラーのすぐそばの部分が40度ぐらいになっていて、でその隣がおおむね38度、この辺りが38度ぐらいになってますね。なので、この部分をこのテーブルクロスではなくプラダンですとか、あとはカラーボードもしくはスタイロフォームみたいなものでここを塞いであげると、ウィンドクーラーの熱効率が上がると思います。セルタンのセミシングルマットレスを広げます。足元をチェックしてもウィンドクーラーと干渉していないので快適に眠れます。現在の時刻7時47分、気温24度、湿度 56%。昨日はこの位置にウィンドクーラーを置いて車中泊したんですけど、何点か気になった点があったんですけれども、その一つがこのテーブルクロスが薄すぎて外の音が意外と聞こえることでした。このテーブルクロス自体が結構薄い素材なので、イメージ的にはテントのシートのような感じで、防音性はほぼないと考えた方がいいと思います。で、この突っ張り棒でこのウィンドクーラーを固定したんですが、この車中泊やいろんなところにこの状態で運転に行って400キロぐらい運転してるんですけども、一度も倒れることなくきっちり固定できていました。
で今日は朝ごはんに成城石井で見つけたマカロンと白バラ牛乳という牛乳を見つけたので、こちらを朝ごはんにいただきたいと思います。成城石井ってすごいですね。スーパーでマカロンが売られてるの初めて見ました。私この世のお菓子の中でマカロンが一番好きなんで、ちょっとだいぶこれ楽しみですね。冷蔵庫に入れてたので中のペーストが溶けることもなく、いい感じに固まったまんまの状態です。ではいただきます。目が覚める甘さです。すごく久しぶりに食べたんで、ダイエット中っていうのはあるんですけども、もう半年以上ぶりぐらいに食べたんで、かなり美味しいです。いちごと、これなんだろう、チョコと塩キャラメル、フランボワーズ、ピスタチオ、レモン、バニラの6種類があるようなんですけど、今バニラちょっと食べたんですけど、バニラのマカロン濃厚ですごいクリーミーで美味しいです。白バラ牛乳初めて飲みます。次ピスタチオ食べてみます。多分これ僕好きな味だと思うんですけど、ほんのりピスタチオの味が口の中に広がってすごく美味しいです。最後塩キャラメル、めちゃめちゃ濃厚ですね。キャラメルの味が口の中にすごいふわっと広がります。美味しい。はい、ちょっと今びっくりな事実が分かったんですけども、8時23分の段階で 100% まであったバッテリー残量が 36% まで減ってしまいました。これ今までこのスライドドアの部分を全開にして使っていた時は、せいぜい 30% から 40% ほどしかバッテリー残量を使ってなかったんですけども、今回は 64% もバッテリーを使っています。このバックドアの部分に取り付けたことで 64% もバッテリーを消費してしまいました。おそらくこのエアコンの排気をそのまま冷気として吸い込んで、かなり電力を消費したんだと思います。この電力消費量はかなりちょっと痛いですね。なのでやはりこの吸気と排気の部分をきっちり吸排気を分けるようにして施工しないとダメそうです。これは前回の動画でも複数の視聴者さんに教えていただいたんですが、窓用クーラーの排気を吸気口で吸い込むショートサーキットという現象が起きていました。この現象は吸気口と排気口が近い窓用クーラーには特に起こりやすい現象で、電気の最大消費ワット数は変わらないのに、排気口から出た熱風がそのまま吸気口に吸い込まれることで、クーラーを動かしている間ずっとコンプレッサーが動き続け、クーラー自体が常に最大電力で動いているので、冷媒を冷やすコンプレッサーが休むことができず、バッテリーをたくさん消費したようでした。今回は2泊3日の車中泊を楽しむ予定でしたが、これでは電力不足で熱帯夜の車中泊はできないので、急遽ガレージに戻って対策することにします。はい、ガレージに戻ってきました。テーブルクロスとマスキングテープで貼り付けた簡易の施工なんですけども、とりあえず一晩の車中泊は持ちました。なんですけれども、こちらの断熱性ですとか、あとはこのマスキングテープがこんな感じで剥がれてきちゃってますんで、この施工をちょっと違う施工にやり直したいと思います。今回の施工は消費電力としては前回や前々回設置した消費電力とほとんど変わらなかったので、その点は問題なかったんですが、この排気口から出た熱がそのまま吸気口に吸い込まれてしまうので、コンプレッサーがずっと回り続けていて、消費電力がだいたい 650W ぐらいアベレージでずっと消費し続けてました。で、このコンプレッサーがずっと回り続ける問題は、 650W 以上の高い消費電力でずっと長い時間電力が消費され続けることになるので、この排気口から吸気口に熱がなるべくいかないようにしていかないと、バッテリーの残量がいくらあっても足りなくなります。で、このテーブルクロスの部分の施工なんですけれども、やはり
このクロスがすごく薄すぎるというのがあって、この部分の排熱がそのままこの辺りに反映されて、特にこの辺りがすごく熱くなっていました。で、この辺りの熱がそのまま車内側にも放熱されてしまうので、この部分もやはり断熱をして車内側に熱が伝わらないようにしてあげた方が、このクーラーの冷房効率も上がるので、ちょっとめんどくさいんですけど、この背面の部分の施工を全てやり直したいと思います。はい、バトラー 460Ah のサブバッテリーの充電方法なんですけれども、複数の視聴者さんに教えていただいて、この充電のアンダーソンコネクターをこのように常設にしてつけっぱなしにして、この部分だけを取り外せば問題なく使えるということだったんで、このように取り外したアンダーソンコネクターは一応この部分を念のためにショート対策でマスキングテープで養生して、こんな感じで使う時だけこのマスキングテープを取り外して、この充電器のアンダーソンコネクターをこのようにつないでバッテリーの充電をさせようと思います。この方法めちゃくちゃ便利ですね。今まではこのプラスとマイナスの端子を外していちいちこのケーブルを仕込んでたんですけれども、このアンダーソンコネクターがこの部分であることによってこのようにワンタッチで充電できるようになりますので、このやり方めちゃめちゃ効率的です。教えていただいた皆様ありがとうございました。はい、でこの部分の窓埋めに今回使うのはこのアルミのロールマットですね。これサイズが横120センチで長さが180センチなんですけど、ちょうどこの部分にぴったりな感じになります。でサイズ的にもこのアルミロールマットはバックドアの穴埋めにはバッチリ向いていますし、この車内側と車外側をきっちり断熱してくれます。ホームセンターで1500円程度で購入できて、夏が終われば取り外しも簡単なのでこの製品を購入しました。でこのホームセンターで買ってきたアルミシートなんですけれども、これはこれで断熱性には優れてるんですが、このマットレス 8mm あって意外と加工が大変なんです。で取り付ける際にもこんな感じでこのように施工してマスキングテープですとか養生テープで貼っていくしかないので、意外と取り回しが悪いっていうことにこの部分に当ててみて気づきました。なので今回は施工性を高めて、このアルミロールシートではなく100均で購入したアルミロールシートを使って施工してみようと思います。ダイソーとセリアでそれぞれ売られていたアルミシートを買ってみました。これがダイソーで購入したアルミシート、サイズが 90cm×180cm で、こちらはセリアで購入したアルミロールシート、これは 90cm×160cm、 そしてこちらも同じくセリアで購入したアルミ保温シート、こちらは 70cm×180cm になっています。なんでこんなに3つも買ったのかっていうのがあると思うんですけども、実はこの3つ厚さがそれぞれ違くて、このダイソーで購入したアルミシートはちょうどぴったり 1mm になっています。しかもこのように裏が発泡素材のものになっています。これに対しこのセリアで購入した 90cm×160cm のアルミロールシートは厚さがダイソーのものより少し厚くて 1.2mm の厚さがあります。表面にアルミが貼り付けられていて、裏面はこのように発泡素材になってるんですが、もう一つセリアで買ってきたこの 70cm×180cm のアルミ保温シートは、実は表面も裏面もこのようにアルミが貼り付けられていて、厚さが 1.6mm あって、他の2つに比べてかなりしっかりした作りで施工もしやすい厚さになっています。こういった施工しやすい、施工しにくいというのは人によって好みや判断が分かれるところなので、私はこの両面にアルミが貼り付けられているシートが一番施工もしやすく断熱性も高いと判断しましたので、今回はこの 70cm×180cm のセリアのアルミシートを使ってこの部分に施工していきます。で今回この薄いアルミのロールシートを使う理由がもう一つあって、これは視聴者さんに教えてもらった方法なんですけれども、バックドアの部分にこういったゴムのパッキンが仕込まれているんですけども、このパッキンをうまく利用すれば、このようにアルミシートを少し長めにセッティングして、このパッキンを上からギュッと入れてあげると、
こんな感じでマスキングテープや養生テープ等を使わなくてもこのようにがっちり固定できるようになっています。でこのゴムのパッキンで留めるやり方はホームセンターで購入したこの 8mm のアルミロールシートだとこの技が使えないので、個人的にはこのセリアのアルミロールシートをめちゃくちゃ気に入りました。ではこの方法を使ってこのアルミのロールシートを前面に貼り付けていきます。はい、でこの内張りの部分なんですけども、内張りがこんな感じで密着しているとこの部分にパッキンがうまく入っていかないので、少しだけ内張りをこちら側に外してアルミシートをこのパッキンで固定を終えたらこの内張りを戻す感じにします。はい、でこんな感じで上半分を貼ることができました。この部分内張りがあるんで多少入りづらいんですけど、結構強引に押してあげて、で最後に手でトン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 とこんな感じで叩いてあげると綺麗に入ってきますんで、こんな感じでやっていただければと思います。風等が吹いてもこうやって手でバンバン押しても全然問題ない感じで固定できます。2本目を貼っていきます。はい、でこの部分なんですけれども、私はソーラーパネルのケーブルをこんな感じでバックドアのこの隙間のところを這わせてこんな感じでソーラーパネルのケーブルを施工してますので、この部分だけどうしても干渉してしまいます。なので一部この部分は先にアルミシートを切ってあらかじめ干渉しないようにして施工していきます。はい、こんな感じでちょっと一部たるんではいますけれども、これもこの部分のエアコンに沿ってシートをカットしていくので、その時に微調整すればいいのであまり気にせずに作業を進めます。はい、でこんな感じでエアコンの部分を切り抜けたのでマスキングテープでこの部分を固定していきます。このマスキングテープでの固定、多少貼り間違っても貼り直しがめちゃくちゃ簡単なので個人的にはかなり気に入っています。またマスキングテープを貼った後数ヶ月経って剥がしてもそれほどベタつきが気にならないので、その点も結構気に入っています。はい、で一部この部分隙間が空いているんですけども、このアルミシートの切れ端でこんな感じで埋めておきます。これも100均のアルミシートが薄いので簡単に穴埋めできます。ここまでいったらこのゴムパッキンからはみ出たアルミシートをハサミで切っていきます。はい、この部分のカットなんですけど、ハサミで切るとガタガタになってしまうので、今カッターでも試したんですけどカッターで切った方が楽ですね。スルッと切れてくれるんで、カッターで切っていただいた方が切り口も綺麗で素早く作業が終えられると思います。はい、でこんな感じでこのバックドアの部分の断熱ができる養生をしてみました。こんな感じでマスキングテープで要所要所は貼っています。でこれもこのアルミの表面がツルツルしていてこのマスキングテープと相性がいいみたいで、こんな感じでちょっとバンバンやったり、強い風が吹いてもこれだったら大丈夫だと思います。でこの部分のゴムのモールの部分なんですけども、ここもかなりしっかりついてくれてるんで、こんな感じでちょっとやそっとの強風では多分取れない感じでいい感じに施工ができたと思います。でここまでできたらこの排気口の排気とこの吸気口の吸気の部分を完全にセパレートして冷房効率を高めて、中のウィンドクーラーで使われる消費電力をなるべく抑えつつクーラーを使いたいので、今回もう一つダイソーで材料を買っていて、このデスクパーテーションと呼ばれるパーソナルスペースが作れるパーテーションボードを購入してみました。パーテーションボードと呼ばれるだけあって結構しっかりした作りで、こんな感じでちょっと動かしたりしても歪んだりたわんだりすることもなくいい感じにセッティングできています。このサイズは
縦60センチ、横30センチ、高さが45センチなので、こんな感じでサイズを当てがってみるとセパレートするにはぴったりのサイズです。また横幅に関してもこの部分をセパレートできるので、これも加工が少なくてこの部分に結構簡単に作れそうです。このディスクパーテーションを加工して排熱仕切りボックスを作ります。エアコンの横の部分の長さを測ってみると約25センチ、横幅25センチで線を引いたので、縦のラインをカッターナイフで切り落とします。この部分の高さは6センチぐらいが使いやすそうだったので6センチでカットします。横に設置してみるとこんな感じですね。で、この排熱口のこの幅の部分が横幅ちょうど6センチぐらいなので、6センチ部分ぐらいにセパレート板を入れたいと思います。ディスクパーテーションの縦を6センチでカットします。カットした板をちょうど6センチのこの部分に貼り付けて、こんな感じで固定します。固定はマスキングテープを使います。このマスキングテープ、失敗してもやり直しがめちゃくちゃ簡単なのでかなり気に入っています。はい、こんな感じでもう本当に適当にマスキングテープを貼っただけのセパレート板なんですけれども、これを合わせてみると、でこんな感じでマスキングテープで仮置きしてるだけなんですけども、綺麗に排気口と吸気口を分けてくれています。でこれなんですけども、このままこのバックドアを閉めれたらめちゃくちゃ嬉しいんですけれども、実はこれ取り付けっぱなしにすることができないようで、閉めようとするとこの部分が実は当たっちゃって、このドアがほんのちょっとなんですけれども閉まらない感じになっています。なのでこの仕切り板は取り外し式にしたいと思います。この仕切りボックスを脱着できるようにするのに使うのがこちらダイソーで購入したファスナーテープですね。で貼る前にこれだとサイズが太すぎるのでこれを4分割します。はい、2つとも4分割にできました。でこのガサガサしているフックと呼ばれるファスナーテープの方をこちら側に貼り付けて、こちらのふわふわとした方はエアコン本体のこの辺りに貼っていきたいと思います。これはちゃんと理由があって、ここにフックというガサガサしたものが置いてあると、私はバックドアの部分に遮光カーテンのシェードをつけているので、もしフックがここについたらこういった感じで生地を傷めてしまいます。こういった生地の傷めをなくすために、このエアコン本体に貼る方はこのふわふわした方のファスナーテープを貼り付けます。ではこの仕切りボックスのちょうどこの側面のところにこのガサガサしたフックを貼り付けていきます。これもう両面テープが仕込んであるタイプなんでめちゃくちゃ簡単です。でしかもこのファスナーテープは1本30センチの長さになっているので、ここからここまでの長さがちょうど60センチなので、ジャストフィットな感じでぴったり取り付けられます。このラインとこのラインも貼り付けていきます。でこんな感じでフックのファスナーテープを貼り付け終えたんですけれども、ここにさらにこの上のふわふわしたファスナーテープもこの部分に貼り付けていって、ここの部分の両面テープの台紙を剥がして、そのままこのエアコンの方に貼り付けたいと思います。これで両面テープ部分がむき出しになって取り付けれるようになったので貼り付けていきます。はい、でこの仕切りボックスの脱着なんですけれども、このファスナーテープ自体がかなり強力なので、貼り付けるというよりはもう置くだけで十分ですね。こんな感じでもう置いたような状態でやってあげるだけで、温風吹き出し口の部分とこの吸気の部分を完璧に分けてくれていますし、こうやって手でバンバン叩いたとしても全然このボックスは落ちてこないので、これで冷房効率は劇的に上がると思います。そもそもこのウィンドクーラーという製品はこんな感じで使うことがデフォルトとされていて、この排気と吸気を分けることができないようになっているので、この仕切りボックスをつけるだけでおそらく冷房効率がかなり上がると思います。ではこの吸排気を分けたこの仕切りボックスをつけた状態でクーラーを動かしてみます。
現在の時刻11時。ガレージの気温は34度まで上がっているんで、クーラーの効き具合を試すにはちょうどいい気温です。バックドアを半分開けて設置してみるとこんな感じ。こんな感じで吸気口はこの辺りの空気だけを吸い取るようになっているので、冷房効率も上がると思います。逆に排気の部分はこちら側に空気の流れが来るはずなので、この吸気口に再度熱風が吸い込まれるということが激減すると思います。クーラーをつけてみます。クーラーがつくとめっちゃ気持ちいいですね。めっちゃ涼しいです。いい感じです。心なしか前よりちょっと早く冷えるような気がしなくもないです。で、今11時46分で40分ぐらいクーラーを効かせてるんですけども、室温が26度で湿度が 58% です。で、この部分の温度が以前テーブルクロスを貼っていた時はここから排熱がテーブルクロスの部分に伝わってたんですけれども、サーモグラフィーカメラでチェックしてみると、以前はこの真ん中の部分も40度を超えていたんですが、今は36度台まで温度が抑えられています。また本当に熱くなっているのはこの排熱吹き出し口の部分だけで、そこでも39度程度です。これ以前はテーブルクロスで施工していた時はこの部分全体が41度から42度ぐらいあったんで、そういった意味でもこの100均のアルミシートの施工によって5度から6度ぐらいは断熱されている感じがします。で、この排熱吹き出し口の部分をサーモグラフィーカメラでチェックしてみると、一番熱いところで53度ぐらいになってますね。こちら側に排熱吹き出し口があるので、こちらの部分はめちゃくちゃ熱くなってます。これに対しこちらの吸気口の部分はこんな感じで38度から39度程度あるので、その差が13度ぐらいあります。これはこの仕切りパネルを作った効果があると思います。ではドアを開けてチェックしてみます。こっち側はめちゃくちゃ熱くなってるんですけど、こっちはほとんど熱くなってないんで、かなりいい感じに効果が現れてます。で、この状態でサーモグラフィーカメラでチェックしてみても、確実にこちら側に温風がいっていて、たったこれだけの仕組みなんですけれども、この部分が53度、この吸気口の部分が41度程度なので、この仕切りボックスがあるかないかで全く違う温度になります。それでおそらくこの仕切りボックスの収納方法が皆さん気になると思うんですけれども、それはちょっとめんどくさいんですけど、私はこんな感じで運用しようと思っています。この部分とこの部分を軽く外して、で仕切りパネルをこんな感じで取り外したら、この下の部分のこの部分をめくってこの中に収納するようにすれば、いい感じに収納することができます。で、一旦中に収納してしまったらちょっと面倒ではあるんですけど、こんな感じで再度ゴムパッキンを止めてさえいれば、この床下の部分に収納できるので、ボックスが車内でかさばるということもないです。また今回仕切りボックスを作るのに利用したこのデスクパーテーションの耐久性が気になる方もいらっしゃると思うんですけど、実は見た目以上に耐久性が強くて、こんな感じで折ってもすぐにこのように戻ってくれます。これはこの真ん中の部分が発泡素材の樹脂でできているんですけども、それにこのような紙のフィルムを貼ってあるので、こんな感じで折れることは折れるんですけども、このようにギューッとやっても割れたり壊れたりはしないので、そういった意味ではかなり耐久性が強い材料だと思います。この仕切りパネル実際に使ってみて思ったんですけれども、これもう車中泊の時だけではなくて、普通にこのガレージで使う時にもこの仕切りパネルを使って利用してあげた方が、この吸気口の部分で熱風を再度吸い込むといったようなこともなくなりますので、今後は車中泊だけでなく家で使う時もこの仕切りボックスを利用してウィンドクーラーを使いたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。今回は実際の車中泊での検証で致命的な欠点が見つかったので、急遽 DIY をやり直しましたが、これからも改善点が見つかるたびに DIY をアップデートしていきますので、チャンネル登録や高評価で応援いただけると嬉しいです。